車の運転席誰もいない。誰もいない。よし。あ、わかった。これだ。見えます？これだ。あ、それです、それです。これだ。この技術は一番僕たちが頑張った技術かなと思ってます。おお、綺麗綺麗。初め見た時は本当に感動しました。世界最先端のテクノロジーが集まっていますサンフランシスコベイエリアにやってきました。今回ご紹介したいのはですね、トヨタも大いに期待を寄せています自動運転フォークリフトを研究開発しているベンチャー企業なんです。待ち合わせておりますマックさんです。はい、ナイスミーチューマックさん。 Very nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for coming. こちらがサードウェーブという会社ですね。はい、じゃあ早速案内していただけますか。サードウェーブはスタートアップの探索と投資を行っているトヨタベンチャーズとウーブンキャピタルから出資を受けた企業で TRI トヨタリサーチインスティテュートの元職員が立ち上げました。 TRI は最先端の AI 技術などの研究開発を行うためにトヨタ自動車がシリコンバレーに設立した組織です。今回案内してくれるマックさんも TRI の元職員。早速自動運転フォークリフトが動いている現場に案内していただきます。失礼します。本当だ、ここから先人がいない。あ、These autonomous forklift? Yes. あ Yes. ー、へー。 This is our development and test facility. You can see both prototype and production forklifts here that are autonomous. And in a moment, you will see one doing autonomous work. Okay. ここで研究されているのは AI と機械学習を活用してフォークリフトを自動運転でコントロールし作業員1人で複数のフォークリフトを監督するというシステム。すでに実際の企業などにも導入されています。本当に今荷物取りに来ました。あれ見ときましょうか。荷物取りに来ました。青いライトが光っていると自動運転中ということなんですが、自分で荷物を今受け取りに来ました。方向転換をしてあの上に置くのかな。優しく置きました。今は周りに人がいませんが実際の現場では違います。安全をどのように守っているんでしょうか。フォークリフトはちゃんと周りのことを認識していまして、例えば近くにいると僕が見えてるところがここ白くなってるんですね。今僕とカメラマンを認識して白くなってるんですけど、ちゃんとフォークリフト自身見てるよっていうのをここで分かる、ライトで分かるようになっています。でさらにこの赤いレッドラインが床に見えるんですけども、この中に入ると危ないよって言って止まることになります。ほらね、動く方向で危なくなるとオレンジ色になって止まるっていうことですね。ちゃんと見えてるんですね。例えば東京にいるオペレーターがアメリカにある複数のフォークリフトを管理することも可能だといいます。さらに AI と機械学習を活用することでフォークリフトのさらなる成長につながります。もし自動運転フォークリフトがミスをしてしまったりわからないことがあった時にこちらでアシストすると、もう次からはそういうミスはしなくなるんですか？ Yes. So each time the forklift asks for help, asks for assistance, we take the data, both the sensor data, the robot data, and what the operator did, what decisions they made,
as an expert. And we put that into our machine learning system so that the next time the forklift will be slightly better. And over time, that means that it gets a lot better. It also means that it's very adaptable. So we can take a system that works in one customer site and move it to another one. And it adapts to the new environment and the small differences that are there very quickly as a result. なるほどね。それが1台のことをやることによって他のものにも共有できるっていう感覚でいいんですかね。Yes, it does get, it is continuous improvement, like Kaizen, right? Oh. Continuous improvement with machine learning. Every time one forklift gets a little bit, back up, every time there's an assist, that forklift gets a little bit smarter, but so do all the rest. わあ、いいですね。素晴らしい。そういうシステム自体素晴らしいですし、改善っていう言葉が出てくるのがトヨタらしくて最高です。Thank you very much. Yeah, we're very proud of it, and we, it's we were at TRI before, so thank you very much. We're very proud of the system. そもそもなぜ TRI をやめてスタートアップを立ち上げたんでしょうか。サードウェイブの CEO が目指す未来とは。 The way that this tool becomes better is by letting one person now handle 10 forklifts or 20 forklifts instead of just being one person with one forklift. So now one person can get more work done and the whole system becomes better and safer. It's also important to say that because you're operating the forklift from far away, you're in far less danger of becoming injured if anything should happen. またこの最先端技術の開発はトヨタグループとも協力しながら進められています。 We're working very closely with TICO. We have been working with them very closely since the beginning of the company, since they are the largest producer of forklifts globally. Their hardware is fantastic and is made to Toyota standards, and so it's very good fit with our software, and we look forward to working with them on solving many problems. というわけで続いて取材に向かったのは愛知県半田市にやってきました。こちらに自動食器のある施設があるというんで早速向かいましょうか。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、いろんな車が置いてありますね。そうですね。はい。こちらは我々開発のですねエンジニアがこういったご覧いただいているような自動運転の車両をですね改造したり調整したりするガレージの今作業場になっております。なんかいろいろね、いろいろ読んじゃいけなさそうなものが置いてあったり、いっぱい置いてありますね。ちょっとこれね、ぼかしを入れていただける。ね、いけないやつですね。いけないところですね。これ秘密基地ですよこれ。まるで秘密基地のような開発現場。ガレージで調整した自動運転モビリティは敷地内にあるテストコースですぐさま検証されます。すごい。これじゃあ全部見えるものっていうのは自動運転だと思っていいですか。そうですね。あれも黄色いやつですか。あれもですか。あれはですねちょっとスペシャルなものなんですけど港湾で港でですね、最大70トンのコンテナを自動で運ぶ自動運転、我々 AGV と言ってますけど、自動運転車両になってますね。フォークリフトだけでなくさまざまな働くモビリティの自動化を進めるトヨタ自動食器。どのような思いでこのプロジェクトに取り組んでいるんでしょうか。トヨタさんはやはり人を運ぶ価値で安全楽しくそして快適にっていう価値を提供されているかと思いますが、私たちは働く車フォークリフトやトーイングトラクターこれをですね安全に正確に物を運ぶ価値、これも大事なモビリティだというふうに考えています。この自動化技術を早く社会実装して今の社会課題物流課題に一刻も早く貢献していきたいという思いで今開発を進めています。そのためには実際に自動運転モビリティを使う企業の協力も必要不可欠です。やはりお客様によって荷物だったり環境だったり使われ方が全く違うので、その同じものを
お届けして使えるかといったらそうではないので、やはりそういったものをお客さんと一緒に作り込んでお届けすると、しかもいろんな業種のいろんなお客さんと実証実験をされているので、またその知見が他にも生きてくるっていうよそううな。ですね、やはりどんどんそういったことを繰り返していって、最大的に最大公約数にして、業界全体に広げていくというのが我々できたらいいなというように思ってます。というわけでトヨタ自動食器とともに物流課題に取り組む企業にも取材をさせていただきました。羽田空港にやってきました。まさに今飛行機が出発していくところなんですけれども、実はこの場所でも働くモビリティの自動運転化が進んでいるんです。その車がこちらになるんですね。荷物が乗っていまして、ここ見てください。ここ注目です。ほら、オートノーマスドライビング、まさにこの車が自動運転で走っていくんですね。どうやってどこを走っていってどんな仕事をしているのか、ちょっとついてってみましょうかね。皆さんも一度は見たことあるんじゃないですかね。こちらはトーイングトラクターと呼ばれる空港などで貨物を牽引するモビリティです。さあ間もなくこちらの働くモビリティ自動運転でスタートするということです。まずここにスタートボタンがあるんだ。ボタンを押すだけ。あとはスタートボタンをはい、お願いします。係員の方が左右の安全を確認してスタートボタンを押しました。さあ、周りに警告音ですね。注意してくださいという音を鳴らしてから出ていきました。本当に人が乗っていない。綺麗にカーブを描いて右から3車線目入っていきましたね。それでは自動運転働くモビリティ追跡始めます。ちょっとついてってみますね。撮りながら。荷物が運ばれている車の運転席、誰もいない。誰もいない。すごい、なんかまだ慣れないですね、この自動運転の景色。横断歩道を通過します。横断歩道を認識して横断歩道を通過します。独り言言いながら走ってますよ、この自動運転車。だから自分で自分を注意しながらちゃんと走ってるんですね。おー、すごい。感動しますね、これ。2024年7月から始まった自動運転レベル4、完全無人運転での実証実験。空港制限区域内での実証実験は国内で初めてです。ここまで来るんだ。ここで止まってゆっくりと曲がってくる、曲がってくる。ちゃんと曲がっていきますよ。貨物を一時置く場所にしっかりと、しかも綺麗に90度に今停車しました。おー、ちゃんと仕事してますね。2025年12月の実用化を目指す自動運転トーイングトラクター。空港で働く職員も期待を寄せています。人手っていうのはどうですか？やはり人口減少によって、人手不足というのがやはり航空業界全体で起こっておりまして、やはりこういった飛行機の周りで働く方々も減っているというような状況になります。そういう状況下で、自動運転の荷物を運んでくれる車活用っていうのはどうですか？手応えっていうのは。人でやるべきお仕事と、あとは機械でできるお仕事っていう整理ができたなというふうに感じておりますし、労働人口が減っている中では、そういった自動運転の技術っていうのをどのように活用していくのかっていったところが一つキーかなというふうに思っています。実用化に向けて何より大切なのが安全面です。複数のセンサーで位置情報や障害物を検知するだけではなく、ある特別な技術も使われています。
あれは何ですか？あちらがですね、位置の検出に使ってます3D スラムと言われるものであったり、あちらの白い帽子のようなものこれ、はい、はい、そちらが GNSS の衛星の技術で自己位置を補足するもの。二重三重で位置も確認してるんですね。そうですね。へえ。まだある。目立たないです。このまだある車両の後ろ側にですね、路面パターンマッチングと言われるカメラがありまして。どれですか？どこかな。もうあ、わかった。これだ。見えます？これだ。あ、それです、それです。これだ。見えます？これ。ね。これですね。それです。そちらです。これでも、これで何を撮ってるんですか？こちらでこの路面を撮影してるんですけども、指紋と同じでですね、もう一枚一枚がもう全然違う模様になってまして、でそちらをカメラで撮ることによって、この空港内のどの場所にいるかっていうのを写真で判定するというふうな。分かってるんですか？分かってます。じゃあ全データが入ってて、ここって撮ったらこれはどの位置だってすぐ分かる。そうです。常に安定して位置を取れるのが路面と考えまして、我々は路面パターンマッチングを自己位置推定の主としておいて、空港内での自動運転を成功させてます。この技術は一番僕たちが頑張った技術かなと思ってます。国とも協力しながら確実に安全面を確保し、空港内の省人化を目指しています。年内の実用化に向け ANA の担当者は、正直最初怖いなっていうのはなかったですか？正直最初のランを私前の車運転しながら見てたんですけれども、やっぱなんで走ってるんだろう、本当正直なところで、なんかこう幽霊自動車みたいなみんな言ってたんですけど皆さんすれ違う方も、初めての時は二度見がすごかったです。自分が止めに行かなきゃみたいな、そんなリアクションされている方が多くて、でも3週間やっている中でやっぱじわじわこう浸透していきまして、みんな慣れてきたのかなっていう感じがした3週間でした。ということはもう少しずつこう台数を増やしていこうっていう。今後12月には3台納入をいただくというふうに予定をしておりまして、そこでも初めて3台同時に走らせてみるっていうようなチャレンジをしてみようと思っています。それがうまくいったらまたどんどん増やしていくことで精進効果をぜひ達成したいなと思ってます。すでにとある工場で実用化されている自動運転技術もあります。山梨県北杜市にありますコカ・コーラボトラーズジャパンの工場に来ました。こちらではすでに自動運転フォークリフトが実用化されているんです。東日本エリアのイロハスの製造供給を担う白州工場倉庫。ここでは製品の製造から箱詰め、倉庫へ保管する工程がすでに自動化されています。フォークリフトの前にまずはその工程をちょっと覗き見させていただきました。もう工場なんですね、ここが。はい、こちらが工場の入り口になっております。はい、可愛いですね。はい、ちょっと可愛さを。これ可愛いですね、これ。これですね。そうです。はい。音が結構あるんですね。はい。はい。すごい綺麗に並んでますね。ものすごいスピード。大きな川から支流に流れてくるような。はい、1万本以上の製品が上には今現在乗っております。今回特別にボトル詰めする前の工程も見せていただけることに。風が体に当たってます。こちらで今流れております、プリフォームと言われる、ボトルになる前の。これがペットボトルになるんですか？そうです。はい。こんなちっちゃいんだ。こちらに熱を加えまして空気を吹き込んで、でこちらのように製品になっております。大きくなってる。これが伸びるんですか？そうですね。はい。ガラス細工と同じような容量ですね。そうですね。はい。続いては液体を詰める工程へ。はい、今こちらが水入ってる。はい、今入れられてる、まさに入れております。スローで見るとその様子がよーくわかります。
ペットボトルの上にもう一つボトルがあって、はい、そこからこう全部入るようになってるんですね。そうです。チューブでつながってて、はい、君のチューブ。そして最後にキャップを閉めればイロハスの完成です。完成したイロハスは自動で運ばれ、これまた自動で箱詰めされていきます。1日で100万本以上がここで製造されています。そんな白州工場倉庫で唯一自動化できていなかったのが配送用トラックへの運搬です。すいません。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。倉庫の担当しております山賀と言います。山賀さん、はい、よろしくお願いします。おお。あ、さっき運ばれてきた。はい、その通りです。イロハス君たちが、はい、あそこに自動倉庫の方に格納されていきますので、はい、自動運転フォークリフトはこの後ですね。その通りでございます。実際に見せていただいてもよろしいですか。ご覧になりますか。はい。こちらです。これ？はい。あ、さっきから置いてあったやつですか。はい。あ、本当だ、オートノーマスって書いてある。あ、普通に置いてあるから自動運転だと思いませんでした。こちらに物が出てくると、はい、勝手に動き出す仕組み。じゃあこの後勝手に動き出すところを見られるってことですね。はい、そうです。はあ。じゃあ荷積み開始します。はい、お願いします。動いた。よく見るとフォークリフトの爪が4本あるのが分かります。2つのパレットを並べて同時に運ぶことができるフォークリフトで、このタイプの自動運転実用化は国内で初めてのことです。おー、きれいきれいきれいに入っていきます。でさらに奥に行って、本当見えてるみたいですね。そうですね。初め見た時は本当感動しました、ね。ああ、ちゃんと左端に寄せるんですね。自動運転フォークリフトが最初来た時ってどんな印象でした？いや、もう最初は正直、どういうのなのかなっていうのも全く見当がつかなくてですね。はい、でいざ実際こう動いてるところを見ると。やっぱり時代が変わったなっていうような、はい、この山梨県の白州エリアってなかなか雇用が難しく、人材が不足しているところもありまして、はい、なかなかその、作業をする人が確保できないといった現状がありましたので、非常に無人でやってくれる賢い人がいますので、助かっております。その後も全て自動で行われ、全く無駄な隙間がなく、あっという間に積み込み作業が終わりました。現在も工場に常駐し、自動運転フォークリフトを監視しているトヨタ自動織機の開発担当者は、4本フォークのタイプを自動運転にする難しさについてこう語ります。パレットを2つ同時に取ることによって、このパレット2つの間隔だったり、この2つの角度だったり、これによって2本フォークに比べて精度は全然違いまして、本当に単純に言えばパレット倍になると、もう誤差も倍になってくるんですね。なるほどね。はい。なのでただ要求は変わらないということは、我々この4本フォークで2本フォーク出しては約倍ぐらいの精度を出しながら取りに行かなきゃいけない。そこを実用改良できて、今現状こういった実用化まで進められたということです。なるほどね。はい、深刻な人手不足に悩む物流業界。さまざまなモビリティの自動化は救世主となるんでしょうか。輸送領域の方ではやっぱり人が集まりにくいっていうところで、夜間のところがやっぱり特に人が集まりにくいっていうところがありますので、夜間も安定した出荷能力を発揮できるというところがありますので、24時間での物量の平準化といったところが
できて車両の待機時間の削減というところにもつながってます。こういった自動搬送フォークリフトっていうところは、今後もどんどん導入は進めて、こういった物流業界の新しい風を吹き込んでいくというようなところで考えてます。物流業界の新しい風となるために、トヨタ自動織機で自動化プロジェクトのトップを務める片江さんに、現在の課題と見据えている未来について話を聞きました。やはり今はまだプロオペレーターの作業効率、時間で言いますと2倍ぐらいかかる自動化技術のレベルなんですね。これをやはり一人前のプロドライバー並みに実現できる自動技術に育て上げたいっていうふうに思ってますし、今は電動で動いてますけど、これも将来的にはトヨタさんの水素技術、未来の FC 技術も組み合わせて提供できるといいかなとも思っています。赤信号ちゃんと止まります。トヨタグループが進める自動運転技術の研究開発。4月末にはトヨタ自動車と自動運転技術の世界的リーダーであるウェイモが自動運転の開発と普及における戦略的パートナーシップに基本合意したことも発表されました。 AI や自動運転技術について TRI のギル・プラット CEO はどのように考えているんでしょうか。 The founding of Third Wave came from several people that spun out of TRI. And some of the same man and machine working together philosophy has carried over into Third Wave also. And actually, whether it is a forklift or a car or a robot, a lot of what we are talking about is the same. How can we amplify human beings? How can we make the vehicles that they use more safe? And how can we make everything more productive? And the key is the old Toyota idea of Jidoka, the same idea. 人弁のついたやつですね。 Yes, that's absolutely right. It's about the human and the machine together. Usually, most companies have the machine replace the person. And the Jidoka idea, which I think is wonderful and is in the characters, is the human and the machine working together. So the automation with the human. The problem is that most of the world does not understand yet. And I think what we are trying to do is to bring the old Toyota philosophy, the original Toyota philosophy, and help to teach the whole world that it is better than having machines replace people.